食べ物まるっと研究所です。今回はクエン酸の体への影響についてお話しします。疲労回復、酸っぱいというイメージがあるクエン酸には、あまり知られていない驚くべき健康効果があります。ただ、取り方によってはデメリットもあるので注意が必要です。そこで今日は、クエン酸の健康効果、デメリット、クエン酸が取れる食べ物について、論文や専門機関の研究をもとに、看護師の視点で解説します。それでは、クエン酸の健康効果からいってみましょう。クエン酸の健康効果一つ目は疲労回復です。クエン酸といえば疲労回復効果があることで知られていますよね。その理由の一つが体内でエネルギーを作り出すクエン酸回路の働きです。このクエン酸回路は食事から得た栄養素をエネルギーに変える重要な仕組みです。これがスムーズに働かないとエネルギー不足が起きたり、代謝のバランスが崩れて疲れを感じやすくなります。そこでクエン酸の出番です。食品から摂取したクエン酸はエネルギー代謝をサポートして体内の代謝を効率的に進める手助けをしてくれます。金沢大学が運動部の男性14名を対象に行った研究でも練習後すぐに5g のクエン酸を摂取すると運動後の疲労回復が明らかに促進されたと結果が出ています。また、腸や梅酒株式会社の研究でも健康な成人男女がクエン酸 2700mg を含む食品を継続的に摂取することで日常生活や運動後に感じる一時的な疲労感を軽減する効果が期待できると結論付けています。クエン酸の健康効果2つ目は骨粗しょう症の予防です。クエン酸はカルシウムなどのミネラルを包み込んで体内で吸収しやすい形に変えてくれるキレート作用があります。札幌ホールディングス株式会社と大妻女子大学の研究でもレモン果汁やクエン酸と一緒にカルシウムを摂るとキレート作用によって小腸でのカルシウムの吸収が高まって骨の健康促進に役立つと結論付けています。また他にも岐阜女子大学とポッカ札幌の共同研究では鶏肉とシラスをクエン酸を含むレモン果汁に浸すと通常よりもカルシウムが溶けやすくなることが確認されています。クエン酸の健康効果3つ目はダイエット効果です。クエン酸は体内でエネルギーを作り出すクエン酸回路をスムーズに働かせることで糖質や脂質を効率よくエネルギーに変換するのを助けます。さらに体内の代謝を活性化し脂肪が燃焼しやすい環境を作るサポートをしてくれます。広島大学とポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社が中高年女性99名を対象に行った研究でも血中のクエン酸濃度が高い人ほど体重や BMI、肥満度が低い傾向があったと結果が出ています。クエン酸の健康効果4つ目は貧血予防です。クエン酸にはミネラルを包み込んで吸収を促進するキレート作用があるので、鉄分を含む食品や飲み物と一緒にクエン酸を摂ることで鉄分の吸収率が上がり、これが貧血予防につながります。スウェーデン・ルンド大学の研究でもクエン酸を添加した飲み物は鉄の吸収を 54% 向上させたと結果が出ています。鉄分豊富なアサリやイワシ、牡蠣、牛肉、プルーンジュースにレモン汁をかければ貧血予防に役立ちますね。クエン酸の健康効果5つ目は心血管疾患の予防です。クエン酸は血管を緩めて血流を改善してくれるので血液の流れがスムーズになります。これが高血圧の予防につながるんですね。また酸化ストレスは動脈硬化や心筋梗塞などの病気の原因になりますが、クエン酸には抗酸化作用があるので、血管を酸化ストレスから守ってくれることも嬉しいポイントです。ポッカ札幌と県立広島大学が成人男女541名を対象に行った共同研究でも、日常的にレモンを摂取することで血圧上昇の抑制が確認された。レモン果汁に含まれているクエン酸は血管を緩める作用により血圧を低下させることから健康増進に役立つことが確認されたと結論付けています。
このように様々な健康効果があるクエン酸ですが、デメリットもあるのでご説明します。クエン酸のデメリット1つ目は胃腸の不調です。クエン酸は胃の粘膜を刺激する性質があるので、空腹時や胃腸が弱っている時に摂りすぎると胃に負担をかけることがあります。その結果、胃痛や不快感を引き起こす可能性があるので注意が必要です。クエン酸を摂る際は、食事中や食後に摂るのがおすすめです。他の食べ物が胃粘膜を保護してクエン酸の刺激を和らげてくれます。特に胃酸が多い方や胃の不調を感じやすい方は空腹時の摂取を避けるようにしたいですね。クエン酸のデメリット2つ目は酸食死です。クエン酸を含む飲み物を長時間繰り返し飲むなど、クエン酸の強い酸が歯の表面に長く触れることでエナメル質が溶けて薄くなる酸食死になる可能性があります。その結果、歯が黄ばみやすくなったり、知覚過敏が起こることがあります。さらに進行すると、歯が脆くなって虫歯のリスクも高まってしまいます。クエン酸入りの飲み物を取るときは、長時間かけて飲まない、飲んだ後に口をすすぐなどの工夫が必要ですね。クエン酸のデメリット3つ目は、アレルギーの可能性です。体質によってはクエン酸によるアレルギーを生じる可能性があります。クエン酸を取った時に口の中の違和感、皮膚のかゆみ、腹痛などが出現した場合は摂取を控えた方がいいですね。症状が軽くても繰り返し摂取することで悪化する可能性もあるので注意が必要です。次にクエン酸はどんな食品から取ることができるのかお話しします。クエン酸が取れる食べ物一つ目は柑橘類です。クエン酸といえばレモンを思い浮かべる人が多いですよね。レモンには 100g あたり 3g のクエン酸が含まれていますが、その他の柑橘類にもクエン酸は含まれています。農林水産省が発表している 100g あたりのクエン酸含有量は、シークワーサー 6g、ライム 6g、カボス 6g です。レモン以外の柑橘類も取り入れて選択肢を広げることで健康効果をより楽しく実感できますね。クエン酸が取れる食べ物2つ目は梅です。梅干しには 100g あたり 3.4g のクエン酸が含まれていて、小粒の梅干し1個あたりのクエン酸含有量は約 0.3g です。また梅自体にクエン酸が含まれているので、梅干し以外の加工品にもクエン酸は含まれています。京都女子大学の研究では、梅酒は浸透作用によってクエン酸などの有機酸が溶け出して、梅干しの約 1.5 倍ものクエン酸が含まれていたと結果が出ています。梅酒の方が梅干しよりもクエン酸量が多いことには驚きますよね。ただ、梅酒にはアルコール、梅干しには塩分が含まれているので、それぞれ摂りすぎには注意が必要です。健康のためにはバランスよく取り入れていきたいですね。クエン酸が摂れる食べ物3つ目はカシスです。カシスには 100g あたり 3.3g のクエン酸が含まれていて、他にも免疫力アップやアンチエイジング効果のあるビタミン C、目の疲れを和らげたり、血流を改善するアントシアニンも含まれています。カシスはジュースやジャムとして加工されていることが多くて、これらの製品にもクエン酸が含まれています。ただ、加工品の場合は糖分が多く含まれていることもあるので、摂りすぎには気をつけたいですね。クエン酸が摂れる食べ物4つ目はドライマンゴーです。ドライマンゴーには 100g あたり 2.3g のクエン酸が含まれていて、その他にも目の健康や肌の調子を整えるビタミン A、免疫力アップやアンチエイジングが期待できるビタミン E、お腹の調子を整える食物繊維などが含まれています。ちょっと小腹が空いた時のおやつに最適ですね。クエン酸が取れる食べ物5つ目はキウイフルーツです。キウイフルーツには 100g あたり 1g のクエン酸が含まれていて、他にも抗酸化作用のあるビタミン C やビタミン E、快眠をサポートするトリプトファンやビタミン B6 も含まれています。柑橘類に比べると含まれている量は少なくなりますが、キウイフルーツは食べやすくて普段の食事にも取り入れやすいですね。最後にクエン酸の取り方のポイントをお話しします。
クエン酸の取り方のポイント1つ目は、運動前に摂るのがおすすめです。クエン酸はいつ摂取しても問題ありませんが、特におすすめなのは運動前です。運動前にクエン酸を摂取すると、体内でクエン酸回路が正常に働きやすくなります。その結果、エネルギー生産がスムーズになって、運動後の疲労感が軽減されるんですね。和歌山県立医科大学と大阪川崎リハビリテーション大学の研究者の論文でも、運動直前に水を飲むグループとクエン酸 1000mg を飲むグループに分けて疲労感を測定したところ、クエン酸のグループは運動後、優位に疲労感が低かった。軽い運動直前にクエン酸 1000mg を摂取することは疲労予防に有効であると結論付けています。クエン酸の摂り方のポイント2つ目は、ビタミン B 群と一緒に摂るです。疲労回復にはクエン酸とビタミン B 群の組み合わせが効果的です。ビタミン B 群は食事から摂取した栄養素をエネルギーに変えるサポートをしてくれます。このビタミン B 群をクエン酸と一緒に摂取することでエネルギーの生産効率がさらに高まって疲労回復効果を効果的に引き出すことができます。豚肉、豆類、玄米などビタミン B 群を豊富に含む食品とクエン酸を組み合わせて摂取するといいですね。クエン酸の摂り方のポイント3つ目は空腹時は避けるです。クエン酸パウダーやサプリメントを摂る場合、空腹の状態で飲んでしまうと胃の粘膜を刺激してしまうことがあります。その結果、胃がムカムカしたり、胃腸に負担がかかることも、特に胃が弱い人は注意が必要です。摂るときは多めの水で薄めたり、食後に摂ることで胃腸への刺激が和らぎます。クエン酸を無理なく続けるためにも、こういった工夫を取り入れることが大切ですね。今回はクエン酸についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。また、特定の疾患がある方は、医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。